始まりは隣人への小さな苦情だったんだぜ。だが法廷で問題視されたとされるのは当事者だけじゃなかった。弁護士まで問題視されるって一体何をしたのよ。裁判官の厳しい視線は弁護士席にも向けられたとされるぜ。近所の揉め事がどうしてそんな法廷騒ぎになるのよ。その答えは小さな反論が積み重なった連鎖にあるんだぜ。最初に病まれる場所は本当になかったのかしら。苦情が要求へ変わり、要求が反論を呼び、書面が増えていった。そこへ弁護士が入って最後は法廷まで行ったってことね。そうだぜ。解決への階段が争いの階段に変わったんだ。弁護士が入れば普通は少し冷静になるんじゃないの。ところが専門家の存在が正しさへの確信を強める場合もある。相手を止めるための依頼が自分を止めなくするのね。そして法廷では争いの進め方そのものが問われたとされるぜ。ただし裁判官の正確な発言は公式記録との照合が必要だぜ。叱責されたという話だけで処分まで決めつけちゃダメね。裁判所名や事件番号も確認できるまでは断定しない。再現の表情や沈黙も実際の記録とは分けてみるのよね。ここで描く会話は争いの構造を示すための抽象的な再現だぜ。それなら事実と再現を分けてどこで壊れたか追うのよ。苦情から要求、反論、弁護士、法廷まで順番に見ていくぜ。身近な不満が全面戦争になる流れ確かめたいわ。第一段階は隣人に小さな不満を伝える場面だぜ。もう何度も我慢したのよ。せめて困っていることを言って。困っているなら感情的になる前に普通に言えばいいだろう。どちらも自分こそ我慢した側だと思っているのね。この男女は再現上の役で実在当事者の属性とは限らないぜ。具体的な発端も公式記録を確認するまでは未確定なのよね。確認できる軸は隣人への苦情から争いが始まった点だ。それでも最初なら困りごとだけを話せたはずじゃない。ここが最初の撤退ポイントで同時に最初の分岐点だぜ。第2段階では口頭の苦情がメモや連絡文へ変わっていく。この書き方じゃまるで俺が非常識な人間みたいじゃないか。問題の行為を直さずにどうして言葉尻まで言ってするのよ。困りごとの中身よりどちらが失礼かの争いになってるわ。書面は記録になるが起こりまで固定してしまうことがある。読み返すたびに相手の悪意を探すようになるのね。返事を書く目的も解決より反撃へ変わりやすいんだぜ。一文ずつ反論されたらこっちも全部返したくなるじゃん。その往復が続くほど本来の困りごとは後ろへ下がる。ただし実際の書面の種類や文面は現段階では確定できない。再現のメモを本物の証拠みたいに受け取っちゃダメね。確認されるのは要求と反論の応酬があったという軸だぜ。私が求めているのはこれ以上困らないための対応なのよ。その要求を全部認めたら俺が悪いと認めることになるだろう。対応することと人格まで否定されることが混ざってるわ。要求を受け入れる行為が敗北の印に見え始めたんだな。そこで一部だけでも合意できればまだ戻れたんじゃない。だが勝敗の言葉が入り込むと小さな合意ほど難しくなるぜ。第3段階は第三者による調整の窓口が閉じる場面だ。間に誰かが入れば言い争いを止められそうなのにね。仲裁なんて必要ない。相手が要求を引っ込めれば済む話だ。私に謝れというなら先に向こうが非を認めるべきよ。謝罪や譲歩が負けを認める行為として扱われてしまう。話し合う前から譲った側が負けって決めているのね。第三者の提案も相手に有利なら偏っていると感じやすい。自分の希望と違うだけで調整役まで敵に見えるのか。ここで窓口を残せるかが全面戦争を避ける鍵なんだぜ。相談を断った瞬間は強く出た気分になるかもしれないわ。だが直接交渉しか残らなければ感情の衝突は増える。何を言っても通じないならもう専門家に頼るしかないわ。こっちだって記録はある。好きなようにはさせないぞ。双方が同じ理屈でさらに強い手段を探しているじゃん。相手が強く出たから自分も強く出る。その連鎖だぜ。目的が問題の解消なら強さを競う必要はないはずよ。だが面子を守る目的が加わると撤退は屈辱に見える。暮らしを守るはずが意地を守る争いへ変わってるわ。第4段階で弁護士が介入し争いは法的な形を帯びる。ここで専門家が整理すれば冷静になれそうだけどね。弁護士がついたならこちらの正しさも認められたはずだ。私にも専門家がいるのよ。もう一歩も引くつもりはないわ。依頼を受けたことと主張が正しいことは別問題だぜ。相談に乗ってもらえた事実を勝利の保証と勘違いするのね。専門家は代理人であって依頼人の怒りを証明する印じゃない。でも相手から書類が来たら怖くて武装したくなるわ。その防衛反応が相手には新たな攻撃として見えるんだ。法律事務所からの連絡で言葉の重みはさらに増していく。日常の言い争いが期限や請求をめぐる手続きになるのね。ただし双方の請求内容は
公式記録の確認まで断定できない。賠償を求めたとか、敗訴したとかも今は言えないわね。確認前の空白を刺激的な想像で埋めてはいけないぜ。確かなのは、弁護士の介入後に法廷へ進んだ流れなのね。そして目的は、困りごとの解消から勝敗へ近づいていく。相手の主張を全部否定しないと、終われなくなるのか。ここが法廷化の直前に残された大きな撤退地点だぜ。第5段階では、争いの決着を裁判所へ委ねることになる。法廷なら、どちらが正しいか全部決めてくれるのかしら。裁判所が扱うのは、法的な請求と証拠に基づく争点だぜ。傷ついた気持ちや近所の空気まで、採点する場所じゃないのね。法的に勝つことと、暮らしが元へ戻ることも別なんだ。時間と費用をかけても、隣人関係は残り続けるものね。争点が増えるほど、最初の苦情は小さく見えてしまう。そこまで来て、何のために始めたか思い出せるのかな。法廷へ入る前に、その問いを持てるかが重要なんだぜ。ここからは、この連鎖を生む審議の仕組みを考えるぜ。単に変わった隣人だった。で終わらせないってことね。最初の吸い替わりは、苦情を人格否定と受け取る反応だ。行為への不満なのに、自分全部を責められた気になるのね。すると内容を直すより、自分の尊厳を守る反論が先に出る。相手も反論されたら、被害を軽く扱われたと感じるわ。双方の防衛が、双方にとって新しい攻撃へ見えるんだぜ。悪意がなくても、受け取り方だけで争いが育つのか。だから行為と人格を言葉の上で切り分ける必要がある。次に働くのが自分に都合の良い証拠を集める傾向だ。相手の説明は言い訳で、自分の記録だけが真実に見えるのね。一般には確証バイアスと呼ばれる考え方の偏りだぜ。一度悪い隣人だと思ったら、普通の行動まで怪しく見えそう。反対の証拠が出ても、例外として片付ける場合がある。それじゃ何を説明されても、最初の結論が変わらないわ。これは実在当事者の診断ではなく、一般的な仕組みの話だ。本人の性格を決めつけず、争いの形だけを見るのね。証拠を集めるときほど、反対材料も同じ重さで見るべきだぜ。さらに撤退を難しくするのが、埋没費用という罠だぜ。もう使った時間やお金を、無駄にしたくなくなるのね。追加の費用を払えば、これまでの苦労が報われると考える。でも続ける費用は、過去のお金とは別に増えていくわ。正義感そのものより、正義を下ろせない状態が厄介なんだ。相手を止めたいはずが、自分も止まれなくなってるのね。弁護士への依頼も、正しさを示す武器になる場合がある。相談相手ではなく、勝利を保証する存在に見ちゃうのか。専門家の助言が撤退でも、それを弱気と感じる危険がある。依頼した以上は勝たなきゃ、という気持ちも出そうだわ。依頼費用まで弁護に結びつくと、和解の選択肢が狭くなる。謝ったら負け、取り下げたら相手が喜ぶと思うのね。その考えが、解決より勝敗を優先させる燃料になる。家族との時間や仕事への影響まで、見えにくくなりそう。争いの費用は、請求書に書かれる金額だけじゃないぜ。眠れない夜や、家に帰るたび感じる緊張も負担よね。近隣関係が続くなら、判決後の生活も計算に入れるべきだ。勝つ方法より、終わった後に暮らせる方法が大事だわ。そして物語は、冒頭で見た法廷の局面へ戻るぜ。裁判官は、当事者だけを見ていたわけじゃないのね。代理人の対応も問題視したとされるが、正確な趣旨は未確認だ。強い注意と懲戒処分は、全く同じものじゃないわ。法廷で問題を指摘されても、直ちに処分とは限らないぜ。裁判官が怒鳴ったとか、勝手な場面を出しちゃダメね。記録にない木槌や怒号、傍聴人の嘲笑も描かない。沈黙や書類や硬い表情は、あくまで抽象的な再現なのね。事実として示す部分には、公式記録の裏付けが必要だぜ。裁判所名、事件番号、審議日は記録確認簿に示す項目だ。今の情報だけで、具体的な裁判所を決めつけられないわね。双方の請求内容も、認められた範囲も現段階では不明だ。判決だったのか、和解だったのかも分けて確かめるのね。訴訟費用の負担と、弁護士への処分の有無も別項目だぜ。叱責の噂だけで資格を失ったなんて言えないもの。公式記録で確認できない項目は不明と明言するべきだ。刺激は減ってもその方が事件を正しく理解できるわ。断定できない空白を残すことも事実を守る姿勢なんだぜ。法廷は起こりの代行サービスでもめんこの採点会でもない。勝った負けたより近所の関係と費用の損失が怖いわ。裁判所が判断しても最初の不満が消えるとは限らない。結局最初の苦情は解決したのか、それが気になるのよ。現在の状況も公式記録で確認するまでは断定できないぜ。終わったように見えても生活上の対立は残るかもしれない。だから法廷へ行く前に得たい結果を言葉にする必要がある。相手を任すじゃなくて
何を止めたいかを書くのね。ここからは全面戦争を避ける3つの確認事項だぜ。第1の確認は苦情を具体的な4項目で書くことだ。日時、場所、具体的な行為、希望する対応の4つね。相手の性格や家庭への批判は苦情書面に混ぜない。だらしない人なんて書かず、困った行為だけを書くのよ。感情を伝える場合も事実と希望を先に整理するんだぜ。何度も、いつも、絶対に、みたいな言葉も確認したいわ。記録の目的は相手を追い詰めることではなく、状況の共有だ。読んだ人が同じ場面を理解できる書き方が大切なのね。人格攻撃を外すだけで反論の連鎖はかなり減らせるぜ。第2の確認は弁護士の前に第三者調整を検討することだ。管理会社や自治体窓口、調停などが使えるか調べるのね。ただし具体的な制度名は事件の法域を確認して選ぶ。第3の確認は費用と期間と関係悪化の上限を決めることね。上限を超えたら和解か撤退を必ず再検討するんだぜ。争点が相手に勝つことへ変わったら一度止めるのよ。正しさを証明する前にどこで降りるか決めておくんだぜ。我慢か裁判かの2択じゃなく、早く相談する道もあるわ。本動画は公式記録の確認範囲をもとにし、未確定を断定せず、再現人物も抽象化したぜ。近所の違和感を全面戦争にしないためにも、チャンネル登録して次の事件簿も見てね。